こんにちは、ミッキーです。今回は2025年秋最新レポートを渋谷表参道カフェ&グルメ5選としてご紹介します。秋の柔らかな風が心地よい季節。今回は渋谷表参道エリアで朝から夜まで楽しめる大人のグルメ旅をご紹介します。一日の始まりは渋谷で話題のフレンチトースト専門店から。ランチには昔懐かしい洋食メニューをモダンに仕上げた注目のパーラー。午後は表参道へ移動してふわふわパンケーキの名店や女性人気の高い現代風蕎麦屋さんを楽しみます。そして夜の締めくくりは音楽とともにディナーを楽しめるスタイリッシュなダイニングバー。そんな渋谷表参道の魅力を存分にご堪能ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはアイボリッシュ渋谷。渋谷の公園通り沿いにありますアイボリッシュ渋谷店は福岡発のフレンチトースト専門カフェ。フィナンシェやクッキーなどの焼き菓子でも有名なアイボリッシュですけれども、カフェスタイルの店舗はとても希少。こちらの渋谷店は渋谷の雑居ビル地下1階に2014年にオープンしまして、日本でカフェ展開があるのはこの渋谷店のみ。あとは海外の台中の店舗ではカフェ利用ができるんですけども、とても希少な店舗になっています。店内はご覧のようなアメリカンダイナー風。ガラス越しにキッチンが見え、ソファー席やカウンター席などバラエティに富んだ座席が配置されていまして、居心地の良さにも定評があります。さて、アイボリッシュの名前はアイボリーとチリッシュを掛け合わせた造語。ブランドの理念であります大切にするほど心に残る味わいを提供するといった思いが込められています。アイボリッシュの魅力を一番に感じることができるのはパン。既製のパンを使うのではなくて、新たにアイボリッシュのフレンチトースト専用のパンをパン職人と半年かけて作り上げたとのことです。フレンチトーストにしたら他のパンでは表現できないような柔らかな食感を表現できたパン。さらに仕上げには発酵バターを贅沢に使用し、本物のバターのような芳醇な風味を感じさせるような味にもこだわっているとのことです。さて、今ちらっと映していたのはテイクアウトできるような焼き菓子。フィナンシェやクッキーなど種類も豊富なので、お土産やギフトにも人気とのことです。ちなみに渋谷の混雑を避けるなら10時の開店直後がおすすめ。ぜひゆったりとしたブランチ利用もご検討ください。さて、この日は2025年夏の限定メニューをいただいています。もしかすると公開のタイミングでは夏限定メニューは終わってしまっているかもしれないんですけれども、その時はまた秋のメニューも楽しんでいただければと思いますので、ぜひインスタグラム等をチェックしてほしいです。さて、今回いただいたのは手前に映っていますフローズンピーチフラワーという1日10食限定のメニュー。左奥に映っていますのはトロピカルリリコイというメニュー。ドリンクとしましてはアーノルド・パーマーとブルーソーダフロートをいただいています。手前のフローズンピーチフラワーは1日10食限定。一つ一つ丁寧に作ったバラの形をした冷凍ピーチを大胆にトッピングしたフレッシュトーストになっていました。左奥のトロピカルリリコイは冷たく凍らせたアイスパインのシャキシャキ食感とジューシーなオレンジ、サクサク食感のココナッツクロッカンを添えていただくことができました。また、アーノルド・パーマーという紅茶×レモネードの爽やかなブレンドのドリンクも抜群。加えて、ブルーソーダフロートでは鮮やかなブルーとアイスのコントラストが涼しげで見た目も夏らしさ抜群でした。一応去年の情報をベースにご紹介しますと、9月の中頃から新メニューが展開されています。ゴーストハロウィンのフレンチトーストも提供されていましたので、特に9月以降はインスタグラムのチェックを忘れないようにしてほしいです。続いてご紹介しますのはパーラー大橋。渋谷駅西口すぐの道玄坂を登った先にある複合施設渋谷フクラス東急プラザ渋谷の6階に位置します。レトロな純洋食とスイーツを楽しめるお店。渋谷駅から徒歩わずか2分から3分という好立地の店でもあります。店内には
おしゃれで落ち着いたテーブル席が約40席。ソファー席も用意され、ゆったりとした空間が広がっています。こちらの店舗は2019年12月にオープンし、ミシュラン一つ星、シオのオーナーシェフであります鳥羽周作氏がメニュー監修を行っていることで知られています。鳥羽シェフのメニューを楽しめるような施設としましては、過去にご紹介しています原門のファミレスなんかもあるんですけれども、少しこだわった洋食メニューを楽しむのには抜群なお店です。鳥羽シェフのルーツは国会議事堂の食堂で洋食を担当していた父のもとにありまして、その洋食への原点への思いが現れた味作りが魅力的です。昭和の洋食文化を現代風にアレンジしたメニューを提供していまして、内装や器のディテールにまでこだわった空間はまるでタイムスリップしたような雰囲気です。加えて渋谷の喧騒を忘れてほっと一息つけるような空間も魅力的です。さて、そんなパーラー大橋さん。まずいただきましたのはオムライスとナポリタンとカニクリームコロッケの粉チーズトッピングです。こちらは人気の洋食のオムライスとナポリタンをハーフ&ハーフで楽しめるワンプレート。今回はトッピングでカニクリームコロッケもつけています。ボリューム満点の組み合わせで、カニクリームコロッケはサクッとした衣の中にとろりと濃厚なソースが広がります。加えて粉チーズのトッピングが全体をまろやかにまとめてくれていました。そしてメインとして楽しみましたのはこちら、大人のお子様ランチ。このメニューに関しましても粉チーズトッピングでいただいています。さて、名前の通りお子様ランチが大人仕様で贅沢にアレンジされたワンプレート。ふんわり半熟のオムライスは具材の旨味や食感が楽しめるようなチキンライスに、濃厚なふわとろ卵、デミグラスソースには西京味噌、蜂蜜、赤ワインを使用しています。横には味わい深いナポリタン、甘みと酸味、生クリームとバターのコク、絶妙なバランスの滑らかソースの中ではっきりとした食材の食感がキレを出して噛むたびにリズムを生んでくれます。さて、デザートとしていただきましたのはパーラー満喫プリンセット、またお得なフロートセットです。パーラー満喫プリンセットは食後のデザートとしておすすめなメニュー。昔ながらの固め食感プリンにカラメルソースがほろ苦く絡みます。加えてお得なフロートセットではクリームソーダやコーヒーフロートなどから選べるセットドリンク。ソーダフロートに関しましては様々な色がありますので、例えば推しの色がある方に関しましてはそんな推し色のソーダをいただくのもいいかもしれません。そしてこちらのプリン、パーラー大橋自慢の固め×滑らか食感のレトロプリンで1ヶ月間何度でも楽しめるような整うプリンパスポートというものもありますので、ぜひそちらもチェックしてほしいです。続いては食べログカフェ100名店2025にも選出された名店、クリントンストリートベーキングカンパニー&レストラン。2001年にニューヨークのローアーイーストサイドで小さなベーカリーカフェとしてスタートしたこちらのお店は、オーナーシェフ夫妻ニール・クラインバーグ氏とレディ・ラーマン氏によって創業されました。そのニール氏の手作りによるブルーベリーパンケーキは2度にわたってニューヨークマガジンにて最高のパンケーキに選ばれるなど、本国でも高い評価を受けています。この人気店が日本へ初上陸したのは2013年の8月。こちらの南青山にオープンして以来、表参道エリアでニューヨークの味を気軽に楽しめるスポットとして多くのファンを集めています。外観が赤白のポップなカラーであることも特徴的です。赤い壁に大きなガラス窓、白地で店名が書かれたモスグリーンの看板が目印になっています。ご覧のように中に入りますと、大きな窓から注ぎ込む暖かい太陽の光を取り込みつつ、グリーンの壁に木でできたテーブルと赤いチェアが配置されているのが1階。そして2階に上りますと、こうした開放的な空間の中で、やはり大きな窓から差し込む光がとても暖かくて心地よいです。また、ところどころにアメリカンな雰囲気を感じることができますので、そういった部分も海外らしさを感じることができるような大人な空間になっています。提供されるメニューは定番のパンケーキからサンドイッチ、ワッフルやエッグベネディクトなどもありまして、どれもとても美味しそうです。ドリンクのご紹介をすると、手絞りのフルーツジュースやコーヒー、オリジナルジンジャーエールや自家製レモネード、ワインやビールなどのアルコールを楽しむこともできるのがこちらのお店です。実はビスケットが有名なのもこちらのお店。先ほどご紹介しましたニールさんのビスケットは特に有名だとのことです。
ニールさんはニューヨークのブルックリンにルーツを持っているおかげで、ランディーズさんと言いますサクサクのバターミルクビスケット目当てに長い行列ができることで大変有名なレストランにてその腕を磨いていたとのこと。そんなランディーズというレストランは16年間休業してしまったとのことなんですけれども、その後1995年に営業を再開した際、ニールさんがエグゼクティブシェフとして在籍したとのことです。そんなニールさんですけれども、かつて有名だったビスケットを再現するということがミッションになっていまして、書き残されたレシピこそなかったものの、ニールさん自身の記憶をもとにそのビスケットを再現したとのことです。そんな名店も今年の8月で12周年を迎えています。先日の8月23日から8月31日では、ニューヨーク本店で人気を博したスペシャルパンケーキが日本でも久しぶりに復活しました。濃厚なアーモンドバターやラズベリージャム、爽やかなハーニー&サンズのラズベリーアイスティーとのペアリングで期間限定の特別なひとときを楽しむことができました。残念ながら8月末までだったので、このメニューを楽しむことはできないんですけども、せっかくなのでその様子をお伝えしていきます。さて、こちらも12周年限定で提供されていましたお好きな3つのサイドディッシュを選べるようなトリプルサイドディッシュコンボ。あくまで今回はそんなサイドディッシュが3種類選べてお得な値段で楽しめる企画があったんですけども、普段からポテトフライや玉焼き、サイドサラダやアボカド、ベーコン、チョリソー、メープルバターやハム、ビスケット、バター&ジャムなどは提供いただけますので、パンケーキと合わせてその口直しにいただいてみてほしいです。さて、こちらが期間限定だったアニバーサリー限定メニュー。このメニューはいただけないんですけども、やはりこちらのお店の代名詞といえるパンケーキ。中でもブルーベリーパンケーキに関しましては、先ほどご紹介した通り、ニューヨークマガジンでもニューヨークナンバーワンパンケーキに選ばれていますので、訪れる際にはそちらをまずは注文してみてほしいです。ふんわりと厚みのある生地は、外側は香ばしく焼き上がって、中はしっとり柔らか。そこに甘酸っぱいブルーベリーがたっぷりと練り込まれて、口に入れるたびに果実の酸味と生地の香ばしさが絶妙に調和します。先ほどパンケーキを作る過程もご紹介してるんですけども、そのパンケーキの生地の中にも十分に具材が入っていますので、そこも人気の秘密なのかなと思っています。一皿3枚のボリュームながら軽やかな口当たりのパンケーキ、ぜひお楽しみください。こういった最新の情報に関しましては、どうしても動画制作の都合上、少しタイムラグがありますので、よかったら私のインスタグラムの方も確認していただいて、最新の情報もチェックしてみてほしいです。さて、期間限定メニューのみのご紹介というのもなんなので、最後に過去にご紹介しましたモーニングドリンクセットの様子もお届けします。9時から11時までの2時間限定なんですけども、おすすめメニューのパンケーキミニサイズを選ぶことができ、エッグベネディクトもついていきます。ちらっと見た感じだと小さいように感じる方もいるかもしれませんけども、結構ボリューミーな感じになってますので、十分に朝ごはんとして満腹感を味わえるかなと思います。またご覧のようにカットしていただきますと、トロトロの半熟卵にたっぷりチーズが絡まってとても美味しい様子が伝わってくるかなと思います。さて、こちらはパンケーキのミニサイズ。選ぶことのできますパンケーキは全部で4種類。プレーンとブルーベリー、チョコレート、そして今映していましたバナナとくるみになっています。こちらはブルーベリーのパンケーキになっていまして、また違った味わいを感じることができます。標準でついてきますメープルバターが絡み合って、こちらもとても美味しいです。パンケーキは3枚重ねになっていますので、ミニサイズといっても結構大きさも十分になっています。特にこちらのブルーベリーパンケーキは、先ほどご紹介しましたニューヨークマガジン誌で2度も最高の評価を得ていまして、ニューヨークオブザーバー誌からはありきたりなものは何一つないと評価されていたとのことです。ちなみにお店自体は予約が可能。今回私は予約のことを知らなかったので、普通に訪れて結構待ったんですけども、おそらく常連さんであろう方々は事前に予約していただいて訪れていたので、本来は予約をして訪れるのがおすすめなのかもしれません。時間帯的にはモーニング、ランチ、カフェタイム、ディナータイムと4つに分かれて予約することができますので、ぜひ確認していただいて確実に訪れてほしいです。続いてご紹介しますのは、原宿からバーソー。表参道の細道にひっそりと佇みます黒のシックな建物が特徴的。こちらの建物に店を構えまして、外国人観光客からの注目も集めていますお蕎麦屋さんです。こちらの店は過去にもご紹介してるんですけども、今回は別の数量限定メニューをご提供いただきましたので、ご紹介していこうと思います。もしかすると、この動画の公開のタイミングでは、このメニューも提供されていないかもしれないんですけども、また次の夏の参考としていただければと思います。2階登りますと、黒のカウンターがお出迎え。ご覧のようにスタイリッシュな空間で、デートや女子会にもぴったり。おしゃれさがありつつ本格派、それでいてカジュアル。
そんな空間だからこそお忍びで訪れる方も多いのかもしれません。さて、まず注目は蕎麦。蕎麦は野川の蕎麦を使用。太麺でもちもちとした食感が特徴的です。蕎麦粉本来の香り、喉越し、食感を最大限引き出すために、その日の気温、そして湿度によって日々製法を変化させているとのことです。そんなこだわりの蕎麦を使ったメニューとしていただきました。まず一つは塩鴨のつけ蕎麦肉増し&卵天ぷら飯です。低温調理でしっとりと仕上げた鴨は絶品。太めの蕎麦をつけスタイルでいただきました。汁は瀬戸内産鰹節、イワシの煮干し、鰹節、ソーダ鰹節、室味節の5種類の煮干しと日本橋のだし、本醸造濃い口醤油をブレンドしています。そんな汁に仕上げで煮干し醤油を加えているとのことです。またセットでいただきました卵天ぷら飯は半熟でトロトロサクサク。甘じょっぱい味付けがとてもご飯と合いました。セットで頼んだとしてもご飯が少なめになっていますので、女性でも食べやすいのかなと思います。さて、そんなこだわりの蕎麦なんですけれども、トッピングもおすすめ。トッピングも好きなだけいただくことができまして、トッピングの素材にもこだわりが詰まっています。まずは刻み海苔。1850年頃、嘉永2年創業の日本橋室町山本海苔店の海苔を使っています。続いて九条ネギ。京都産の九条ネギを使っているとのことです。加えて天かす。こちらはお店で揚げていて油のコク、そして食感とうまさの塊になっています。他にはニラとオリジナルの唐辛子スパイスを配合したニラ胡椒、加えてわかめがありました。これら5つのトッピングと組み合わせつつ、自分好みのアレンジで最後まで蕎麦を楽しんでみてほしいです。そしてもう一ついただきましたのは角煮のつけ蕎麦。トロトロになるまで煮込んだ角煮は脂身もたっぷりで絶品。なんといってもこの箸で持ち上げてもボリューム感が抜群なサイズが圧倒的でございました。冷たいつゆには柚子が効いていまして、さっぱりと食べることもできました。人気なお店なので、平日のランチの時間にも並んでいることが多いです。一方で、開店も比較的いい印象なので、極端に並んでいない場合は、少し待っていただいていただくのもいいのかもしれません。さて、今回夏にいただきました、夏鴨とすだち仕立てというメニュー。今年新たに暑い夏にぴったりの一杯が登場。香り豊かなすだちをたっぷり敷き詰めた涼やかな見た目と、しっとりジューシーな鴨肉の甘みが絶妙にマッチした一杯。仕上げにはオレンジのアクセントでほんのり甘みと爽やかさをプラスしています。卓上の薬味で好みの味変も楽しむことができます。Sometimes you gotta pray for a victory. さて、最後にご紹介しますのは、まさに大人の隠れ家、ステレオ。渋谷駅西口の再開発エリア、桜ステージに誕生したレストラン、ステレオ。名前の通り、音楽やデザイン、そして食の芸術性が調和する、洗練されたモダンクイジーヌレストランです。食材の魅力を最大限に生かしながら、季節の移ろいを感じられる美しいコース料理を提供しています。店内で使用しているスピーカーは田口。オリジナルサウンドシステムで渋谷の喧騒を忘れ、のんびりと過ごせるような隠れ家です。店内はコンクリートや木材を生かしたミニマルなデザインに柔らかく計算された照明が印象的。静かすぎず、かといって賑やかすぎない。絶妙なバランスの音響とともに流れるセレクトミュージックが食事のテンポや気分にそっと寄せてくれます。テーブル席は落ち着いた雰囲気で、ご覧のようにデートや記念日など大切なひとときにもぴったりです。まるで食を中心に据えたアートギャラリーのような空間。様々な場所に彩りを与えているお花は季節ごとで違うのもポイントとのことです。また、やはりロケーションが抜群になっていますので、渋谷の街を一通り見下ろせるような空間は渋谷スクランブルスクエアさながらの絶景になっているかなと思います。また、私も過去の動画でもご紹介しているように、桜ステージいくつかお店巡っているんですけども、このステレオの空間だけは少しワンランク上がるような雰囲気になっていまして、必見になっているので、ぜひ一度でいいので足を運んでみてほしいです。さて、まずは本日のスパークリングで乾杯。スパークリングワインをはじめ、様々なアルコール類提供していただくことができるんですけども、もう一ついただきましたソフトドリンクに関しましてもこだわりの一杯。もう一ついただきましたのはフレンチルイボスティーになっています。
いずれの便に関しましてもスタッフの方が丁寧に説明してくれますので、少し知識をつけるといった意味でもお勧めできるような、そんな店舗です。さて、今回いただきましたのは旬の素材と遊び心を盛り込んだショートコース。全体で5皿構成となっていまして、1皿ごとに丁寧に設計された味の重なりと視覚的な驚きが楽しめる内容でした。最初に映していたのはアミューズ。見た目も可愛らしい2品から始めることができます。続いては冷たい野菜。トマト、ブッラータ、国産マンダリンの3種類を使って爽やかな甘さの国産マンダリンを熟したトマトととろけるようなブッラータチーズに合わせた一皿になっています。ジューシーさとクリーミーさをぜひご堪能ください。続いては温野菜。カツオ、クレソン、ミョウガを組み合わせた一皿。旨味の強いカツオを主役に香り高いミョウガと爽やかなクレソンを添えた一品です。和のエッセンスを取り入れながらもモダンなプレゼンテーションで提供され、口に運ぶたびに複雑な香りと味の変化を楽しむことができます。また、途中で提供されるパンに関しましては、過去に日本橋編でご紹介しているベーカリーバンクさんのパンになっていまして、そちらも極上なので、ぜひご堪能ください。さて、メインディッシュとしましては、こちらのエゾジカ、ビーツ、フランボワーズビネガーソースを添えた一品がまずあります。もう一つご紹介するメニューと2種類用意されていまして、どちらかから選択することになりますので、今回の映像を参考にしていただいて、気になったメニューを注文していただくのが理想です。もう一つはマダイ、夏野菜、アンチョビソースの一皿。こちらは皮目を香ばしく焼き上げたマダイに彩り豊かな夏野菜を添えて、アンチョビのコク深いソースが全体を引き締めることで軽やかながらも印象に残る一皿になっていました。もう一ついただいたエゾジカのローストに関しましては、甘みと酸味が絶妙なビーズとラズベリーのビネガーソースを合わせた肉料理で、そちらもご堪能ください。さて、先ほどのエリアから少し場所を移しまして、こちらはバーエリアの様子。実はデザートのタイミングになりますと、こちらのバーエリアに誘導していただくことができまして、また違った雰囲気の中で楽しむことができます。冒頭でご紹介したようなステレオという名前にふさわしい極上の音響システムのもと、その雰囲気を味わうことができます。今回はたまたまタイミングが良くて週末のご訪問だったので、実際に DJ さんがセレクトするような名曲の数々を楽しみながらデザートタイムを味わいました。そしてデザートはフロマージュ、クリュ、グリオット、チェリー、ピスタチオの一皿。滑らかなフロマージュ、クリュといいますレアチーズに濃厚なグリオットチェリーと香ばしいピスタチオを合わせたデザート。こちらも軽やかな口当たりながらしっかりと余韻を残すような完成度の高い一皿になっていました。ご覧のようにショートコースであっても満足感の高いステレオさん。ぜひ特別な日にご利用ください。さて、今回の特集はここまで。アフタートークではお店選びの意外な重要ポイントについて触れていきますので、よかったら参考にしてみてください。さて、今回ご紹介した渋谷表参道のカフェに関しましては、朝から夜まで楽しめるような様々な空間をご紹介してきました。この後のアフタートークとも関連してくるんですけども、今回ご紹介したお店は特にグルメ好き、カフェ好きだからこそ知ってるようなお店ばかりなので、いわゆるマスメディアの情報だけお便りに来ていただいた方にはなかなか見つけることができなかったりもするので、もちろん人気なので混むことはあるんですけども、間違いなく満足できるようなお店かなと思います。ぜひ参考にしていただいて、気になるものがあればその空間とフード、ドリンク全て楽しんでいただければと思います。さて、ここからはアフタートーク。今回はお店選びの意外な重要ポイント、地名ではなくてエリアの重要性ということについて触れていければと思います。東京に長く住んでいる方にとっては当たり前のように感じるかもしれないんですけれども、東京に来たばっかりであったりとか、あまり東京の散策をしていないという方に関しましては、おそらく渋谷とか新宿とかそういった地名でお店の立地とかを判断することが多いかと思います。ただ意外と大事なのは地名ではなくてエリア。新宿に関しましても、これも当たり前であるんですけども、新宿で言うと歌舞伎町エリアと三丁目エリアで全く雰囲気が違いますし、西口に移動しますと全く雰囲気も違います。渋谷に関しても、なんとなくスクランブルスクエアから道玄坂あたりのイメージをする方が日本全国、また海外では多いと思うんですけども、今回ご紹介したような桜ステージの方とか、あとは表参道に繋がっていくような宮益坂になってくると、少しずつ雰囲気も変わってきます。それこそ大人の方が過ごすのであれば、そういった南側とか宮益坂のそちらのエリアがおすすめかと思いますので、ぜひお店を探すときはその位置情報を確認していただいて、そのエリアがどういった雰囲気なのかというところを踏まえていただくと間違いないかなと思います。その考え方については、例えば浅草のような観光地エリアでも、浅草から蔵前に広がっていきますと道も広いですし、結構ゆったりとしたお店を探すことができるかなと思います。
もちろん私のチャンネルではそういったエリアを中心に大人の落ち着いたお店をご紹介できるように心がけているんですけども、皆さんの中でもご自身でお店を探していただいて訪問することがあるかと思います。その中でなるべくお店選びに失敗しないといった観点でも、その地名ではなくてエリアで探していただく癖をつけていただくと、お店選びを外すことも少なくなるかなと思います。ぜひ参考にしていただければと思います。こういった探し方をすると当たりのお店を探すことが多いよといったことがありましたら、コメント欄の方で教えてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。